よいしょ。どうも、ケイスケです。最近ね、360度カメラめちゃくちゃハマってます。やっぱちょっと普通の映像ではない映像が撮れるから、特にね、普通の映像だったら僕一眼カメラ使っちゃうから。なんかそうやって考えると、すごい360度カメラって僕のスタイルにめちゃくちゃ合ってるんですよね。で、先日も新しい360度カメラ、インスタ 360X6 っていうのが、発表されましてですね。で、レビューさせてもらったんですけども、結構聞こえてくるのが、前モデル、こういうね、X5 から乗り換えた方がいいんですかみたいな話結構聞きます。で、今回はもうそこら辺白黒はっきりつけましょう。実際乗り換えるべき人はどんな人なのか、逆に乗り換えなくていい人は誰なのか、その辺も含めてしっかり話していきたいと思います。行ってみましょう。よいしょ。よいしょ。はい、どうもケイスケです。今年ね、インスタ360熱い気がするんですよね。360度カメラの進化もすごいし、あとはね、この前出たインスタ360ルナウルトラ、あれもクオリティめっちゃ高くて、僕めちゃくちゃ使ってます。なんなら毎日ぐらい持ち出してるかも。だからそのぐらい今年はね、インスタ360勢いあると思うんですよね。で、そんな中で新しく出たのがこちらですよ。インスタ 360X6 で、さっきも話した通りなんですけども、毎年アップデートするやん。これ毎年アップデートしてたら毎年買うわけにもいかないし、いや、どのタイミングで買い替えればいいねんと思う人とても多いと思います。僕もね、X6 持ってたり X5 持ったり、はたまた X4 も持ってるんで、なんならこれより前のモデルも持ったりするんですけども、こんなね、普通買うわけにはいかないじゃないですか。で、じゃあどういう人は今回の X6 に買い替えた方がいいのかっていう話ですよね。で、ざっくり今回のインスタ 360X6、もうレビュー出してるので、そちらで見てもらえれば確実ではあるんですけども、大きくアップデートされているポイントをいくつか紹介しておきます。まずは画質です。もう画質は台を追うごとに新しくなっていて、もちろん今回の X6 に関してはセンサーも大きくなってるんですけども、8K の 50p までね、撮影ができたりとか、あとは 8K でも10ビットのログ撮影ができたりとか、かなり画質面、なんかデジタル臭さっていうのがすごく薄れてる気がします。他にもね、いろいろアップデートポイントがあって、バッテリー良くなってるし、内蔵ストレージも入ってるし、もちろん画質面だけじゃなくてダイナミックレンジね、白飛び黒つぶれっていうのがない映像でも撮れますというのもあるんですけど、僕がやっぱ大きく感じたのは、長時間の耐性、熱耐性ってところですね。この X5 と比較した時に X5 と X6 でどっちもね、最高画質で撮ってみたんですけども、 X5 の方は30分ぐらいで止まっちゃうぐらいの状況を X6 は1時間半ぐらい長回しができました。これもね、かなり大きいアップデートです。そんな感じでもう本当に順当にアップデートをしてるんですよ。してるんだけど、じゃあそのアップデートって果たして本当にいるのかって話ですよね。もちろん僕だった場合ね、僕は色編集がっつりしたいんですよ。で、今まで360度カメラ使ってて、やっぱちょっと苦しいなと思ってたところが、ログ撮影ができないこと。やっぱり10ビットログ撮影できるようになると、色編集の幅っていうのも広がるので、他の一眼カメラとの色合わせもしやすくなるんですよ。なので旅に持っていく僕にとっては、その10ビットログ撮影っていうのはめちゃくちゃ良かったんですよね。とはいえ、全世界360度カメラ使う人がその10ビットログ撮影必要かって言われると絶対そうじゃないやん。じゃあ果たして今回の X6 はどんな人に合ってるのか、僕なりに結論を出してきました。でも今回分かりやすく言いたいので、大きく2つです。2つ。1つは横動画で使う人で、もう1つはがっつりアクティビティで使う人。この2つの人はこの X6 買い替える価値かなりあると思います。順番に解説していくね。で、今回やっぱアップデートしたポイントっていうのはやっぱ画質面なんですよ。画質が良くなった、ダイナミックレンジが良くなった、長時間耐性が良くなった、この辺がアップデートしてるから、その恩恵をもろに受ける人の方が嬉しいんですよね。で、やっぱ画質面を気にする人っていうのは基本は横動画で使う人です。正直縦でね、スマートフォンで見る分には別に X4 でもいいんですよ。X4 で撮って縦で書き出す分には全然いいんですよね。普通にいい画質やんみたいな感じで書き出せるから、全然縦で使うんだったらもう X5 とか X4 でもいいと思う。なんだけど、それが横動画になった瞬間やっぱ気になるのよ。スマートフォンでしか横動画見ないよって人も多いかもしれないけど、パソコンで見る人、タブレットで見る人、はたまた最近だと YouTube をテレビで見るって人もめちゃくちゃ多いんですよね。で、その時にやっぱ大きな画面で見ると結構画質違います。僕 X5 と X6 で比較してみたんですけども、ここで見る限りは正直そんな大きく変わら
らないかもしれないけど、よく見るとやっぱりデジタル臭さっていうのが X4 と X5 にはあって、それがだいぶ薄れてるんですよね。 X5 はそのAI だったりデジタルの処理の度合いが少ない分、すごくピュアな状態、一眼カメラに近い線の状態で映像が見れるようになったなっていう感じがします。なのでそこのところの画質をもろに影響を受けるのはやっぱ横動画で撮る人、横動画で動画を作る人ですね。でもう一つはアクティビティで使う人です。例えばロードバイク、スノーボード、他にもあると思うんだけど、なんだろうな、マウンテンバイクとかこう山の中ガーって走るとか、そういうシーンでは X6 の方がいいなと思います。で理由としてなんですけども、まず暗所の性能上がってます。要は暗いところの画質っていうのがすごく上がってる。結構ねアクティビティやってるとなんか急に森の中に入ったりとか暗いシーンに突入しちゃうって時結構あるんですよ。そのシーンでも綺麗に描写できてるなって思うのはやっぱ X6 だし、あとはもろにダイナミックレンジの影響を受けるってところ。例えばさ、スノーボールとかってもろそうじゃん。もうね、一面雪の上を走るわけですよね。ってことは太陽の光あって、それからバー反射するので、しっかり白飛びしてない状態で撮れなきゃいけないと。そういう極限な状況でもちゃんと発揮できるっていうことを考えると、やっぱ X6 の方が安心だなっていう感じはします。でそれに加えての長時間体制ですよね。やっぱアクティビティしながら撮影してる時ってレック押せないわけよ。レックボタンがね、いちいち1分とか2分とかで止めらんないわけ。ずっとアクティビティしてると回しっぱになると思います。そういう状況の人の方が多いと思う。そうするとじゃあ30分で止まっちゃいますよっていうカメラか、1時間ぐらい回せますよってカメラだったら絶対1時間回せるカメラの方がいいじゃん。てかそうじゃないとダメじゃないですか。その点も X6 がいいし、あとはやっぱ 8K の 50p ね。フレームレートっていうのが上がって、前の X5 の時だと確か 8K の 30p までがマックスだったのが 8K の 50p まで、要はより滑らかな映像が撮れるようになりました。やっぱりアクティビティスポーツする人っていうのはより滑らかなね映像表現でやってあげると、すごくこう動きが滑らかで綺麗に美しく見えるんで、やっぱりそういうフレームレートの高い設定で撮れるカメラっていうのは重宝しますよね。バーって喋っちゃったんですけども、やっぱりアクティビティする人、横動画で撮る人、こういう人は今回の X6 めちゃくちゃいいと思います。逆にやっぱね、軽く Vlog で使う分だったら別にこの2つどっちでもいいかなと思っちゃったりします。 X5 と X6 どっちでもいいのかもしれない。正直僕とかもそこまでこだわんなければ全然 X5 でも正直いいんですよね。 8K の 24p しか使わないし 50p 使わないし、だけどログ撮影使いたいなって僕は思うから X6 にしたけど、普通の人は別に X5 で足りると思います。レックボタン押せるしね、長回しもそんなしないと思うし。であと今回の大きなアップデートで AI ディレクター機能っていうのがあって、要はね、設定しておけば一日中撮影した映像っていうのを、帰って夜の間こう充電コードに挿しておけば、そのままその素材をもとに1個 Vlog を作ってくれるみたいな機能があったりするんですけども、実はその機能って X6 だけじゃなくてこの X5 とかにも入るらしいんですよね。確か X4 Air とかにも入るはず。今後のねアップデート次第ではあるんですけども、前のモデルにも入ってきます。だしこれはね X6 のレビューでも言ったんですけども、ログ撮影の素材はその AI ディレクター範囲外なんですよね。なので結局その AI ディレクター使おうとするとそのログ撮影があんま使えないと。じゃあこっちでええやんみたいな感じにもなったりします。だから AI 機能だけ欲しい、気になるっていう人は全然前のモデルでも OK です。そんな感じでしょうか。正直この360度カメラって横動画よりも縦動画の方が相性はいいと思います。っていうのも横動画で編集しようとするとやっぱパソコンで普通編集することの方が多いじゃないですか。でパソコンで編集しようとするとやっぱねちょっと360度カメラってめんどくさいんですよ。専用のアプリ立ち上げたりしなきゃいけなかったりとか、プラグインを入れればできる場合もあったりするんですけども、ちょっと重かったりとかね、なんかそういうデメリットあったりするんで、やっぱりスマホアプリの方が書き出しがしやすい。もちろんスマホアプリで横動画書き出せるんですけども、スマホアプリでやるんだったらやっぱ縦動画で書き出したいじゃんっていうのを踏まえると、やっぱね360度カメラって縦動画の方が相性はいいなっていう風に僕はねすごく感じてます。ケイスケの動画マシンガントークでめちゃくちゃ喋っちゃった。普段からねこうやってカメラの比較とかしてるんで、ぜひ登録してない人はね登録してくださいね。なんかこういう比較聞きたいとか、こういうカメラレンズのレビューしたいっていうのもぜひねコメントでくれると嬉しいなと思います。
でここまでですね、買い替えた方がいい人 X6 に乗り換えた方がいいよっていう人の話をしてきたんですけども、逆に改めてね買わなくてもいい人っていうのも話しておこうと思うんですけども、さっき言った通りやっぱ Vlog で使う人とか AI 機能を主にしてる人は特に買い替えなくてもいいと思います。であとは縦動画メインの人ですね。縦動画メインの人っていうのは特にそんなに画質を求める必要もなかったりとか、別にそれをスマホアプリインスタ360のスマホアプリで書き出してちょっとフィルター加えるだけでいい感じに色編集できたりとかもするので、全然 X5 ないしX4 ぐらいでも全然使えちゃうかなと思います。ただそうだ、1個操作性は結構違うからそこだけは結構大事かも。なんかねこの画面のサクサク感がやっぱ X6 になってからかなり変わったんで、なんかそこの操作感とかは結構違います。でも撮影できる画質として縦で使う分には X5 でも全然ね満足できると思いますので、前のモデルでもいいのかなっていうふうに僕は感じます。そんなところかな。ちょっと一個愚痴というか願いなんですけど、結構最近360度カメラハマってて僕もよく使うんですよ。使うんですけどやっぱね横動画での編集が結構めんどくさくて、でも最近はインスタ360の専用のねソフトウェアで、編集をしてからそれをファイナルカットプロとかダヴィンチリゾルブに入れてっていう風に編集してるんですけども、なんかねもう少しいいワークフロー欲しいですよね。プレミアプロだったら直接プラグインが入れられるんで、プレミアプロ上でいじれたりするんですけども、なんかどうやらインスタ360さん本体に聞くとファイナルカットプロはそれが無理らしくて、でダヴィンチリゾルブはもしかしたら今後開発ができるかもっていう話でした。やっぱパソコンでのワークフローがやや今めんどくさいっていうのはちょっとハードルですよね。だからこそスマホアプリはね結構整備されてるんで、やっぱ縦動画で使うのにぴったりだなっていう風に感じてます。僕もストーリーで結構使っちゃうかも。ケイスケの動画でここまで360度カメラだけの話をしてきたんで、この辺ね、最近はインスタ360だったらルナウルトラとか、DJI だったらオズモポケットとかね、そういうカメラあると思うんですけども、これとの違いだったり、あとはアクションカメラウェアラブルカメラ系ですねとの違いっていうのも話しておきたいと思います。僕がよく使ってるのはこのオズモナノってやつなんですけども、これとの違いっていうのも話しておくと、やっぱり画質として一番いいのはこういうジンバル型カメラです。ここでね物理的に手ブレ補正をしてくれてるっていうのがやっぱり強くて、デジタルで処理しなくても手ブレ補正ができてるわけじゃないですか。やっぱりその分画質いいですよね。なのでオーソドックスに Vlog で使うっていうんだったらこっちのジンバルカメラは本当に優秀だと思います。でついで画質で言うと、インスタ360シリーズではなくやっぱこれなんですよね。ウェアラブルカメラとかアクションカメラ系、インスタ360だと AS Pro 2とか DJI だと Osmo Action 6とかその辺だと思うんですけども、これもちょっとね判断基準によるんですけども360度カメラよりはちょっと画質が良くなったりします。っていうのも360度カメラってやっぱどうしても全部360度合わせて 8K なんですよ。要はさ、例えばこのアクションカメラ分の画角ってこのぐらいじゃないですか。このぐらいの広さ、これを360度から切り取ろうとすると、若干 4K 多分足りないんですよね。3K ぐらいになってると思う、こっちで撮ると。っていうのを考えると、画質だけで言うとアクションカメラ系の方が、処理も楽だしいいなっていうふうに思います。もちろんこっちのね360度カメラインスタ 360X6 の方でもシングルレンズモードって言ってこっち側のレンズだけを使ってわざわざソフト通さなくても使えるモードっていうのももちろんあるんですけど、やっぱねそれ専用に作られてないし、そもそも360度カメラ買ったらやっぱ360度動画で撮りたくなっちゃうんですよね僕は。そういう面も含めるとやっぱ手軽さはすごくある。ただやっぱこの2つにはない面白い映像、こんな映像撮れないわっていうのが撮れるのはこの360度カメラですよね。なのでちょっとこれカメラ複数台買う場合とかの話になっちゃうんだけど、ジンバル型カメラとアクションカメラに関してはもっとちょっと雑に扱っちゃうなって人はやっぱアクションカメラの方買っちゃうし、いやいやそうじゃなくてやっぱ画質を求めたいっていう人はジンバル型カメラの方行くと思うんですよね。ポケット系だけど、それとは違う人と差別化したい違う映像を僕は撮りたいんだっていう人はやっぱ360度カメラ行くべきだと思います。でじゃあ僕はどれを持ってくるのかっていうと、多分全部持っていっちゃうんだよな。旅行行った時にちょっと胸元から撮りたい時はこういうウェアラブルカメラ使って、でも画質よく撮りたいなっていう時とかあるから、こういうねジンバル型カメラをちょっと予備として持っていったりとかで、飛び道具としてこのシーン360度カメラで撮ったらめちゃくちゃいい映像になりそうじゃないっていう時だけこれを持ち出すとか、そんな感じで結構使い分けたりしちゃっています。このね使い方は結構稀というかアホなので、僕の使い方としてはそんな感じで使っております。ケイスケの動画っ
ってことで今回はインスタ 360X6 買うべきかっていう話してきました。ちょっとフローチャート作ってみました。どういう人がねこの X6 合ってるかっていうのをはいいいえ形式で当てはめてみてくれるとちょっと自分の立ち位置わかると思いますので、ぜひこの辺とかもスクショして考えてもらえると嬉しいなと思います。で、こちらに関しては概要欄にリンク貼っておくので気になったらぜひねチェックしてほしいなと思います。はい、ちょっとね今回から、動画の終わりに、ここまでねみんな見てくれたんで最近あったこととか近況報告だったりとかちょっとしたチップスとかね、そういうのをシェアできたらと思って、動画の最後にコーヒーと一緒に話していこうっていうのをちょっと入れてみてます。今回のコーヒー豆はカフェなるっていうところの1周年ブレンドですね。めちゃくちゃ華やかで美味しい香りでもねしっかり苦みもある、でですよ、僕ね来週からアイスランドに行くんですけど、その前にちょうど発売されると噂のカメラがありまして、FX5 ですよね。でそれを買わねえぞという動画出したんですよ。なんですけど心変わりをして、いや待てよ、アイスランドで使えんだったら買えんじゃねえと思って、なんかめちゃくちゃいい使い方できそうじゃねと思って、それのために買ったんですよ。なんとね延期おい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 、使いたかったってっていうのも買った理由としてはなんかねそのモニターがやっぱ大きくなるんですよ。正直ローの撮影とかはできないと思う。ローを撮影しようとするとなんか手ブレ補正も弱くなっちゃうし、色いいかもしれないけどなんかその辺はちょっとねできないような気がするんだよな。なんですけどやっぱ普通にログ撮影、要は FX3 と同じ使い方をしようとした時に手ブレ補正めちゃくちゃ効くし 4K の 120p スローモーションで手ブレ補正効くやんと、4K の 120p でも手ブレ補正アクティブモードを使えるんですよね。いいじゃんというのをパッと思いまして、しかも今後多分アップデートされるじゃんね。なんか来年とかに 4K の 240p のスローモーション撮影もできるアップデートとか用意されてるらしくて、その辺もめちゃくちゃ良くないと思って、ちょっと意を決して、逆に僕みたいな層の人ってあんま買わないんじゃないかと思ったからこそレビューしたろうと思って勢いづけて買ったんだけど、まさか延期になるとは。逆にアイスランドの機材とかがもうなんか FX5 使うからどうしようとか思ったのをもうパッとやめて、今回は α1M2 とあとは ZV-E1 で行くことにしました。2週間近くフィンランドアイスランド行ってくるので、またその様子もね動画にしたいと思っております。ぜひ見てもいいよと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。また次の動画で。